はいどうも、浦スです。今日はですね、オールドレンズを使って撮影をね、していきたいと思っております。使うレンズはこちらのレンズになっておりまして、ペンタックスのオートタクマ 55mm f1.8 というレンズになっております。ペンタックスはですね、スーパータクマっていうオールドレンズがね、有名なんですけど、こちらはそれよりも前のですね、世代のものになってまして、ただレンズ構成は一緒なんでね、同じような写りができるのに、ちょっと有名じゃないので、安く手に入るというようなレンズになっております。で今回はこの XS20 にマウントアダプターをかましてね、こちらで撮影をしていきたいと思っております。どんな感じで写るのかっていうのはね、作例をたっぷりお見せできればなと思っておりますので、見ていただければ幸いです。で早速ね、木漏れ日が綺麗なところがあったので撮ってみました。このレンズはですね、逆光で撮るとゴーストフレアがね、結構綺麗に出るレンズでして、であと、玉ボケがね、かなり綺麗に出るので、こんな感じの写真が、幻想的なね、写真が撮れるレンズになっております。今回はですね、ちょっとマイクの設定ミスっちゃって、ちょっとね、今後でね、ナレーションでつけてるんですけれども、ここは都内にある庭園美術館というところで、結構自然豊かな感じのところだったので、いい被写体あるかなと思って来てみました。ミストがね、出てたんで、ちょっとふんわりになるかなと思って撮ってみました。今日はですね、フィルムシミュレーションのクラシックネガとノスタルジックネガね、これがオールドレンズに相性いいんじゃないかなと思って、こちらの取り比べというか、いろいろシチュエーションに応じて使い分けながらね、撮っていきたいなと思っております。このレンズは結構ですね、オールドレンズではあるんですけれども、順光やサイド光で撮った時にはですね、かなり解像度高くくっきり写してくれてですね、やっぱ使ってて楽しいレンズではあるんですよね。焦点距離は 55mm なので、APS-C 換算すると約 83mm ぐらいなんですけど、結構寄れるレンズではあるので、こういう接写で撮るとね、ボケとかもかなり綺麗に写してくれます。なんかいい感じの小道があったので、これも被写体にしていきたいと思います。やっぱりこういった写真見ると玉ボケすごい綺麗だなって思いますね。少し奥に進むとベンチがねありましたので、これをちょっと被写体にしていくといいのかなと思って今構図をね決めているところですね。なんかこっちのベンチをサイドから撮るといいかなと思って撮ってみました。これが今クラシックネガで撮ってるんですけど、ノスタルジックネガにするとこんな感じになりまして、ちょっとね明るくなりますよね。暖色系というか、ちょっと緑のところに黄色が入る感じのイメージですね。で道端にあるね、こういった何ともない植物に関しても、切り取っていけばなんかいい感じになるかなと思って試しに撮ってみました。結構細かい光源がね背景にあるとこんな感じでキラキラっとね玉ボケが綺麗に映るので幻想的な写真になりますね。でちょっと進んでいくとね、多分書き飲みだと思うんですけど、見つけたのでね、これを被写体にしていこうと思ってます。で今回はねオールドレンズなので全部マニュアルで撮ってるんですよね。なのでちょっと露出とかがね設定難しいんですけれども、本当にその都度その都度いろんなね設定で撮るとめっちゃ違ったね映り方っていうのが出てきますので、これとかすごいね同じ場所で撮ってるのに全然違うように見えますよね。でなんとここ日本庭園がありまして、これ結構楽しみにしてたんですけれども、奥の方に進んでいくと池がありまして、こんな感じのね庭園になっております。でやっぱり縦構図で撮るのと横構図で撮るのとではね全然見え方が違っていて、この辺の情報量の違いっていうのもやっぱ写真の楽しさというか醍醐味ではありますよね。あと順光で撮った時のこの写真と逆光で撮った時のこの写真ね、全然写り方違いますよね。
このオートタクマ 55mm F1.8 はやっぱり逆光で撮った時のね、こういう絵がめちゃめちゃ綺麗というか好きだなと思って購入してみたんですけれども、順光で撮る時もね、なかなかいい感じだなと思って改めてね、このレンズの魅力っていうところを今感じているところでございます。でちょっとね撮って帰るつもりだったんですけど、意外と敷地内広くてかなりですね広大な土地というか、本当に都内なのかって思うぐらいね自然豊かなところだったんですけど、こういったね小道とかもねすごく絵になる感じで、ノスタルジックネガとクラシックネガでねまた全然やっぱ見え方違ってくるなというところで、これもやっぱ富士フィルムの写真のね楽しさでっていうところではありますよね。で最後はですね、池の横にちょっとこういった小屋があったんですけれども、この中がねなかなか良くってですね、かなり夏って感じのね被写体がありまして、思わずねいろいろシャッター切ってしまいました。いろんな構図でフィルムシミュレーションもクラシックネガとノスタルジックネガを使い分けながらね、なんかいい感じに撮れないかなっていうことで試行錯誤していて、何枚かねいい写真が撮れた感じになっております。結構ね個人的には好きな写真です。あとこのレンズのですねいいところって、やっぱりゴーストフレアがね出るところなんですけれども、綺麗なねゴースト、この虹色のゴーストがね出るところなんですよね。この辺はやっぱり逆光の時にですね積極的に取り入れることによって味のある写真に、なるのかなと思っております。あとこのレンズ、最短焦点距離が 0.45 メートルとオールドレンズの中では結構寄れまして、こういう拙者の写真とかもね結構積極的に撮りたくなる、そんなレンズになっております。はい、ということでですね、いかがでしたでしょうか。今回はですね、こちらのアサヒペンタックスオートタクマ 55mm F1.8 をですね、レビューさせていただいたんですけれども、かなりですね、綺麗な写真が撮れるいいレンズだなと感じました。で、このアサヒペンタックスのタクマシリーズって、もともと大きく4種類ぐらいありまして、で、オートタクマのこの 55mm F1.8 の前期型と後期型、で、その次にスーパータクマーの 55mm F1.8 前期型後期型というのがありまして、やっぱ一番有名なのはスーパータクマーの 55mm の F1.8 前期型になるんですよね。これがやっぱり一番ですね、オールドレンズの中ではなんか有名というか、最初のレンズとしてこれみたいな感じでね、すごく紹介されているレンズになっておりまして、で、やっぱりそのスーパータクマーが綺麗な虹色のゴーストがね、出ると。で、フレアとかが出るっていうことで、かなり人気になりまして、すごくね、有名になったレンズではあるんですけれども、最初は実は自分もそれを買おうと思っていろいろ探してたんですけれども、ただ人気になってしまったがゆえに、中古の販売価格もちょっと上がってしまってまして、多分ね、状態そこそこのやつとかでも1万超えちゃって、状態いいやつとかだと結構ね、いい値段する感じになってたんですよね。で、そんな中でどうしようかなと思っていろいろ調べてたら、このオートタクマ 55mm F1.8 の後期型がですね、スーパータクマのその前期型とレンズ構成はね、もう一緒なんですよ。なので、撮れる絵っていうのは基本的に同じような絵が撮れると。コーティングとかいろいろ違いはあれど、スーパータクマで出てくるようなゴーストフレアっていうのをこのオートタクマでもね出てくるというところで、今回はですねこちらのオートタクマ 55mm F1.8 を購入させていただきました。でこちらがですねだいたい中古市場で安ければ5、6千円ぐらいで、ちょっと状態いいものだと7、8千円ぐらいで手に入るものになってまして、本当に名前がちょっと違うだけでね知名度が若干落ちるんで、そこの中古価格がね少し手に入りやすくなっているという点で、本当にね、今おすすめできる一本になってるんじゃないかなと思っております。で、このレンズがですね、マウントが、この M42 のですね、スクリューマウントが採用されておりまして、この規格はですね、いろんなレンズで使われておりますので、一回ですね、この M42 の
マウントアダプター購入すれば、他のレンズもいろいろ試せるなと思って、ちょっとこのレンズをね、購入してみました。で、自分はですね、実店舗で触らせてもらって、フォーカスリングとかね、絞りリングがどんな感じかっていうのを試した上で、状態を見た上でね、購入したんですけれども、ネットとかでもね、結構綺麗なものまだ出てると思いますので、そちらもですね、チェックしてもいただければいいんじゃないかなと思っております。実際やっぱね、撮ってて楽しいレンズだなというふうに思いまして、順光の時と逆光の時とね、全然違いますし、やっぱ逆光の時に撮ったね、このゴーストフレアがね、なんかね、エモい感じの、いい感じのね、写真が撮れるかなと思っております。で、またやっぱりね、この富士フイルム XS20 とね、相性がめちゃくちゃ良くて、このやっぱりちっちゃいね、ボディに、こういうコンパクトなレンズで、マウントアダプターかましたとしてもそんなにね、レンズの長さ、筐体がですね、大きくならないので、よく似合うレンズとしてですね、かなりおすすめできるんじゃないかなと思っております。実はですね、これがかなり良かったんで、ちょっと別のね、レンズもいろいろ今試しているところでございまして、こちらもまた近日中にですね、お話できればなとは思っているんですけれども、オールドレンズね、やっぱ楽しいですね。なんか1本あたりが数千円で買えるっていうところもすごくですね、とっつきやすいというか、現行レンズってやっぱ安くても3万4万からじゃないですか。で、ちょっと高性能なレンズとかになってくるともう10万超えてくるんですけど、なかなかやっぱ気軽に試せない中で、このオールドレンズはですね、現代レンズでは出せないような幻想的なね、写真が撮ることができるっていう点で、マニュアルフォーカスで撮るときはね、ちょっと時間かかるし、大変ではあるんですけれども、撮れる写真がね、めちゃくちゃいいので、今後もね、このオールドレンズいろいろ試していければなと思っております。はい。ということでですね、今回はこちらのペンタックスオートタクマ 55mmF1.8 のですね、レンズをご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。このチャンネルですね、こんな感じで撮影機材のお話でしたりとか、あとデスク周りのガジェットもレビューさせていただいているチャンネルでございます。もしよければですね、こちらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。